ここは名古屋鉄道で最も1日の利用者数の少ない駅。果たしてどこにあるのだろうか。駅名は何というのだろうか。こんにちは、検証交通チャンネルです。現在地は愛知県の名古屋です。本日は名古屋鉄道、通称名鉄で最も利用者の少ない駅に行ってみます。日本の大手私鉄において近畿日本鉄道、東武鉄道に次ぐ第3位の営業距離 444.2km を要する名古屋鉄道、通称名鉄である。今日はその広い路線網の中から1日の平均利用者数が最も少ない駅を実際に訪ねて確かめます。題して隠れ家駅訪問。本日の目的地は名鉄で最も利用者の少ない駅なのですが、その前に寄り道をしたいと思います。これずいぶん並んでんな。何に並んでんだろう。あ、福袋か。名鉄路線網において最大の結節点であり、最も利用者が多い駅は名古屋本線名鉄名古屋駅。1日の利用者数は約25万5千人を記録する。ここは名鉄の1番線ホームにやってきました。今日はお正月ということで、ホームも割と人が少なめです。日本一のカオスと言われている名鉄の名古屋駅。限られた地下空間における3面2線の線路配置で他方面へ向かう数百本の列車をさばくという極めて得意で高密度な運用形態を持つ。一部特別車有料座席を併結した快速特急稚沼駅に乗車する。では最初の目的地に向かいます。列車は JR 東海道本線と並走しつつ北上。岩島分岐点付近で名古屋本線から分岐し犬山線に入る。名古屋市営地下鉄鶴舞線との境界接続駅であり、名鉄線内で利用者数第4位の上小田駅を通過。まもなく名鉄線の犬山駅。犬山駅は犬山線のほか小牧線、相模ヶ原線、広見線と接続している名鉄北部の主要結節点。開きます。ご注意ください。名鉄名古屋駅からの所要時間は約25分。ここで乗り換え、広見線に乗り換えます。すでに電車は待機中。乗り込みます。名鉄線の車庫施設犬山検査場を通過すると、車窓の風景は徐々に郊外の様相を呈する。電車は広見線の沿線中心都市である岐阜県可児市へと進入する。ドアが開きます。ご注意ください。終点です。お忘れ物をなさいませんようにお降りください。乗車列車の終点新可児駅に到着。投炭式ホーム構造を採用しており、広見線はここで運行系統が分断されている。御嶽方面へ向かうため1番ホームでの乗り換えを要する。こちらの改札は自動改札でしたが IC カードは使えませんでした。新可児駅から御嶽方面の区間は交通系 IC カード不可エリア。広見線のローカル区間を運行する列車が入線。一番前のドアからお降りください。乗車券。可児市を東へと進み第一の目的地へ向かう。間もなく最初の隠れ家駅へ。ただいま電車から降車しました。名古屋からはだいたい1時間ぐらいでした。この駅は名鉄線で2番目に利用者数の少ない駅。1日の平均利用者数は174人。駅の構造は一面一線の単線ホームのみ。周りを見ると目立つ商業施設は見当たりません。農地と民家が入り混じった地域。のどかな風景が広がっている。ホーム上の設備は風をしのぐ魚屋と小型のベンチにとどまる。時刻表を確認。運行ダイヤは上下線ともに毎時2本の設定。
蟹方面の最終は22時45分。この駅に到着の最後の電車は23時31分。ローカル区間でありながら、都市圏私鉄としての一定の利便性が確保されたダイヤである。名鉄名古屋駅からの運賃は1120円。自動券売機は1機設置されているが、IC カードのチャージ機能は有していない。そして、こちらの駅は合同駅。岐阜県可児郡御嶽町に所在する。では、駅の改札から出てみたいと思います。と言っても、改札はありません。駅前広場等の都市的空間は形成されておらず、点在する民家から居住者の存在が伺える程度である。バス停を発見。ふれあいバス。これはコミュニティバスかな？時刻表からコミュニティバスの運行形態と推測される。そしてバス停の裏には自転車が並んでいます。駐輪場とは書いていませんが、暗黙の駐輪場でしょうか。ここでコンビニエンスストアと検索。結果がこちら。近隣のコンビニエンスストアは国道やバイパスといった幹線道路沿いに立地しており、駅周辺には存在しないことが判明。自動車移動を前提としたモータリゼーション社会の空間構造が明白である。駅からほんの少しの時間で農地が広がる。飲食店もこちらにはなさそうだ。どうやら向こうに歩いて10分ほど行くと道の駅があるようです。ということで今度は逆側の方に行ってみたいと思います。よくよく見てみるとこちらの駅トイレないな。なかなか珍しい自販機を発見。こちらは飲み物とお菓子の一体型自販機です。駅の反対側は小規模な住宅地を形成している。駅からの道をたどると木曽川水系の蟹川に至る。橋梁を渡り交通量のある国道21号へ接続。スーパーがあります。その先は何だろう。シャッター閉まってるから本日は休みか、それとももう閉店かな。沿道に小規模なスーパーマーケットの確認するが営業実態は不明。この先に合土場跡があるらしいので行ってみたいと思います。合土城跡の石碑が存在する。入り口はどこなんだろう。ちょっとこの先は普通に家だな。戻ろう。ここを入っていくのかな。なんか違う。戻ろう。城跡への入り口が不明確なため侵入を断念。再び橋を渡るとバス停を発見。合土公民館。このバス停は一つ駅から隣のバス停か。再び駅へ。切符購入です。250円。次の目的地まで250円で行けませんが、後で精算したいと思います。よくよく見るとこちらも入り口になってんな。乗り場の近くにもホームに上がれる小さな階段がある。砂利の駐輪場。自転車は割と新しめで鍵もしっかりされているので、おそらく現役で使われている自転車かと思われます。特にこちら側もお店とかなさそうですね。本日の目的地ではここから名鉄で最も利用の少ない駅を目指します。次は明智です。新蟹駅に到着です。トイレ我慢してたんですが、あった。ということで無事にトイレを済ませ、ここから先に進みます。再び広見線の車両に乗り込み犬山駅を目指す。はい、こちらは犬山駅です。
次は2番線急行購買駅、こちらに乗車します。ここから一気に名古屋方面を目指し、さらに南下します。ピンクのラインの車体は地下鉄の車両。ここまで来ると名古屋が近くに感じます。今日はお正月のためか、観光地である犬山駅は結構賑わってます。急行高和駅に乗り込みます。名鉄名古屋駅を越えさらに南へ。まもなく金山駅。金山駅は JR 東海道本線、中央本線、地下鉄名城線名高線が結節する一大総合駅である。名鉄名古屋駅に次ぐ名鉄全線で利用者数第2位の駅。熱田神宮の最寄り駅であり、正月2日の参拝客で混雑する神宮前駅に到着。今日は1月2日なので参拝客の神宮前駅も賑わっています。この列車は一部特別車特急豊橋行きです。停車駅は支流、新安城、東岡崎、大です。高架化事業が進行中の知立駅。新安城駅に到着。ここで西尾線へ乗り換える。合土駅を出発してから約2時間が経過している。ホームには西尾線の電車がやってきました。こちらの電車に乗車します。西尾線の列車に乗車。名古屋本線から分岐し、三河湾方面へと南下を続ける。西尾線、沿線最大市街地の中心部西尾駅へ。西尾駅を出発し、さらに10分強乗車する。吉良吉田駅、ここでさらに乗り換え。吉良吉田駅にて降車し、蒲郡線へ乗り換え。当駅はかつて三河線も乗り入れていたジャンクションである。2番乗り場に停車中の蒲郡線に乗車。この先は利用者低迷により存続問題が議論された路線であるが、沿線自治体の支援等により当面の存続が決定している。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。吉良吉田駅を出発。右手には西尾線との連絡線。新広報法右側、三河湾の景観が開ける。はい、ただいま電車から降車いたしました。移動時間およそ3時間ほどでした。14時15分、目的の駅にて降車。合土駅から3時間以上の移動時間を要し、名鉄の路線網の広大さを実証する結果となった。果たして名鉄で最も利用者が少ないこの駅の名称は何か。ホーム構造は一面一線。周りを見渡すと民家の存在を確認。しかし駅前特有の商業施設の看板は皆無。このホームの先端側は住宅も途切れますね。逆側には大きなスペースがあります。これロータリーになってんのかな。まあただ見た感じ、商業施設の看板は見当たりません。ということで点在する民家と緑に囲まれているこちらの駅は何駅になるのでしょうか。駅名は子どもの国駅。1日の平均利用者数は150人。愛知県西尾市東羽津町に所在し、地理的には知多半島と渥美半島に挟まれた三河川沿岸に位置する。
ホーム設備は4人掛けベンチとこの券売機。運行頻度は毎時2本が確保されており、大手私鉄としての輸送水準を維持している。この駅の最後の発着は23時8分。この最終の1本前の22時24分に乗車すると名古屋到着可能。この辺りは名鉄の底力を感じる。では改札を出て駅の周辺を少し探ってみたいと思います。この駅も改札はないですね。このくぼみは何だろう。もしかして昔はここで友人対応してたのかな。このコンクリートのくぼみには何があったのだろう。駅の構造は築堤上または高架線となっている。ちなみにこの派手な小さな建物がトイレですね。駅にトイレがあると安心です。駅名の由来である愛知こどもの国への案内看板が設置されている。歩くと15分ほどのようだ。近くまで行ってみる。この駅がこどもの国の最寄り駅になると思うんですが、駅から向かって歩く人とか誰もいないな。今日は休みかな。店舗も周辺にはなく、検索結果によればコンビニエンスストアも幹線道路沿いに立地している。園内放送が聞こえ、駅前の閑散とした状況とは違って音が聞こえてくる。もう左側はアイススケートリンクになって結構賑わってますね。そしてこの先に駐車場があるのですが、結構駐車場もいっぱいですね。施設内にはアイススケート場が併設されており、児童の歓声と多数の駐車車両から長期休暇期間特有の集客状況が確認できる。再び駅の方向に戻ります。山の方に子供の国があると思われます。施設のは丘陵地から園内を走行するミニ SL の稼働音が聞こえてくる。施設は駅から標高差のある高台に位置しているため、徒歩でのアクセスが敬遠されていると推察される。今度は高架線を越え、逆側へ。小さなホームを背中に先に進みます。高層建築物のない静穏な住宅地を進んできた。駅から歩いて3分ほど経ちました。先には海が見えてきました。しかし寒いな。三河湾の海岸線に至る。この一帯は須崎港と呼ばれる小規模な漁港である。西浦半島の先端を確認。観光ホテルや評価の高い飲食店の存在が確認できる。行ってみたいけど歩くと遠そうだな。ちょっと今日は諦めるか。ということで駅の方に戻ってきました。しかしこのトイレ随分派手なんだけど、なんか理由あんのかな。駅前の風景を考えるとこのトイレの存在が圧倒的。この駅から名古屋まで1320円。そして先ほどの高度駅まで1950円。子どもの国へのアクセス機能はモータリゼーションの進展と地形的要因、駅と施設の標高差により自動車交通に代替され、鉄道駅は脇役としての地位に甘んじているのが現状である。しかしながら自家用車ではなく鉄軌道を利用してこのような閑散駅を訪問する。そして新たな視点を見出してみませんか。ということでここで名古屋鉄道隠れ家駅訪問終わりになります。